Welcome back! おかえりなさい。マレーシア在住アレクパワースポット代表ライトワーカーともです。よろしくお願いします。ちょっと鳴らしていきます。Good morning! おはようございます。今日もよろしくお願いします。では今日はですね、ちょっと皆さん今日は何の日か分かりますか？今日はですね、なんと3月21日は宇宙元旦の日ということで、おめでとうございます。宇宙さんおめでとうございます。これはもうスピリチュアルが大好きな方にはもう超めでたい日でございます。しかもなんと今年2023年は春分の日、春分の日が宇宙元旦に当たるんですけれども、天赦日、一粒万倍日、そして虎の日が重なっていて超開運日なんです。そしてさらに、宇宙の元旦ということで、もうスピリチュアルの世界ではもうそれは素晴らしい超開運日ですごいんですよ。本当にすごいエネルギーなんですね。で、私ウェディングから帰ってきたばっかりで、そうこのね、なんかハッピーなオーラと一緒に届けたいなと思ったので、今日は動画にまとめてみました動画を撮っています。でね、そう今日はいつものように、タロットを、宇宙元旦をテーマに、この宇宙元旦で今日あなたが受け取る吉日受け取るラッキーということでテーマで一度タロットを出して、その後にちょっと宇宙元旦って何ぞやという人がいるかもしれないので、ちょっと宇宙元旦についてとそのスピリチュアル的な意味とか、こうちょっと宇宙元旦について最後タロットが終わった後に説明していこうかなと思うので、ぜひ最後までご覧ください。そうちょっとね、チャット GTP の方にその宇宙元旦にすべきこととか特徴、宇宙元旦って何とか、その吉日の一粒万倍日って何とか、あと天赦日とか、虎の日とか何っていう方が多分いらっしゃると思うので、他のね方とかも結構いろんなね方が説明してると思うんですけれども、私なりにこう分かりやすく説明していきたいなと思うので、ぜひ気になる方は最後までご覧ください。ではもう一度鳴らしてからタロットであなたの今日受け取る宇宙元旦に受け取る吉日をメッセージでお届けしたいなと思うので、そう起こること、どんな吉日が起こるのかちょっとタロットで見てみたいなと思うので、ぜひ参考にしてみてください。ではまた鳴らしていきます。よろしくお願いします。では今日はね3枚引きこちらにして、いつものようにこちらのどうしようかな、今日フェアリーちゃんにしよう。こちらのフェアリーちゃんからメッセージをもらっていきます。ではこちらからメッセージをもらっていきます今日ね、私ね、そうマレーシアのねウェディングに行ってきたんですよ。もうすごいね綺麗な、私初めて行ったので、そのねなんか幸せオーラをこう皆さんにそのままの波動でやりたいな、またやりたいなと思ったので、でもちょっと1枚飛び出ましたね。はい、それを後で今日は3枚出していきます。皆さん登録してくださった方、そして高評価をしてくださっている方、本当にいつもありがとうございます。感謝しております。感謝です。皆さんのねその応援が私の励みになっておりますので、どうぞこれからもよろしくお願いします。そして登録がまだの方はぜひ登録もお願いします。個人鑑定もやっておりますので、ぜひ個人鑑定の方も概要欄の方から LINE で日時とかご希望の日時をお送りしていただけると返事いたしますので、よろしくお願いします。ではこちらです。1枚出てるのでそれをやります。ちょっと待ってね。でこちらがもう1枚になります。では全部でこちらの3枚です。このカードが言っていることは、これがね飛び出たカードで、この2枚が出したんですけど、ちょっとねこれがすごい私気になるんですけど、まず最初にこの8のカップから見ていくんですけど、8のカップはこう
旅立ちとか卒業とかなんかそういう感じ、次のステージに行くっていうことなので、今日その宇宙元旦の日に起こることといったら、こう次のステージにあなたは上がっていくとか、なんかこう上がるチャンスがあったりとか、旅に出たりとか、次のステージに行くっていう、ことが書かれています、言われています。そう、次のステージに行くよっていうふうに言われていて、であなたはこのキングのワンド、自信を持って、あなたが今まで経験してきたことがこう積み重なって、それが豊富に次のステージでも活かせるよっていうふうに言われています。でもね、このね、私すごいこのソードの7がすごい気になって、これってなんかこうちょっとネガティブチックなカードで、なんかこうずる賢いとか、なんかこうちょっと物事がこじれたりとかするような意味合いがあるので、そのステージに上がっていく時にちょっと自分の行いとかをちょっと周りに対しての心遣いっていうのをちょっと気にしてみてください。こう自分だけ利益を取ろうとか、なんかそういうふうに思わないでくださいっていうふうに言っています。そう、こうあなたはすごい人からも頼りにされていて、皆さんこう寄ってくると思うんですけど、それを感謝して次のステージに行くといいよっていうふうに言われています。ちょっとね、このなんていうんだろうか、こう自己中的な感じにならないこと、なんか人をこう蹴落としてまで行くとか、なんかそういった感じ、なんていうんだろう、なんか自分の欲とか不正なことをしないように、こう正直に自分の今までのキャリアとか、自分のなんか信頼とか独立したものは、信頼とかはそのまんまで、あなたらしく正直に進んでいってねっていうふうに言われています。あなたは次のステージに行っても皆さんに愛されたりとかするので、その素直さのまま行ってくださいっていうふうに言われています。そうなので、あなたらしく素直にこうみんなと協力していくみたいな感じ、こう信頼とかその実績が認められて、今までのあなたの信頼とか実績が積み重なっているので、それを大事にして次のステージに上がってくださいっていうふうに言われています。ちょっとこちらからサポートをもらっていきます。そう、ちょっとね、相談ののがすごい気になってしまって、でもその注意事項的なことを気をつければ、もう皆さんに本当に頼りにされていて、情熱がねあるあなたなので大丈夫です。次のところに行ってもうまくいくので大丈夫ですよ。安心してください。で、今日は最後にこちらから皆さん、あなたにメッセージをもらっていきます。はい、このカードが言っていることは、なんかあなたの心の奥底に隠されたなんかこう才能とか思いとかが現れてくるよっていう風に言っています。ちょうどね、宇宙の元旦ってこう宇宙とつながっていくと、本来のあなた、こう内側のあなたにつながりやすくなるので、なんかそれが現れてくるよっていう風に言われております。そうなので、なんかこうあなたの心の奥底にしまわれている才能とか、なんかそういったものが現れてくるよっていう風に言われています。で、なんかね、なんかこうお水を今日のアクションとして、なんかお水を飲むといいよっていう風に言われています。あとなんかこう自然がいっぱいあるところ、緑がいっぱいあるところとか、水があるところに行ってみるといいよっていう風に言われています。もしこのメッセージが参考になったと思ったら、ぜひ高評価と高評価をお願いします。そして登録がまだの方はぜひ登録をお願いします。ではタロットカードは以上になります。この後宇宙の元旦についてと、宇宙の元旦に何をしたらいいかっていうのをちょっとお話しします。では一旦ここでタロットカードでもいいっていう方は本当にありがとうございました。今日も
皆さんにとって今日もあなたにとってとっても素晴らしい日になりますように。いってらっしゃい。じゃあね、Have a nice day. Thank you so much for watching. Okay, let's continue to talking about the universe. ではここからは宇宙の元旦についてちょっとお話ししていきたいと思います。そう、もう宇宙の元旦でも本当に私この日をね待ちに待っておりました。実はちょっと私この日ドバイに行っておりまして、ちょっと収録を先にさせていただいておりました。ごめんなさい。ちょっとね宇宙の元旦はちょっとドバイの方で過ごさせていただくので、ちょっと先に撮らせていただきました。では宇宙の元旦にすべきことをお話ししていきたいと思います。ちょっとねチャット GTP の方に聞いてこう分かりやすく宇宙の元旦にすることって何ですかとか特徴は何ですかっていうのをチャット GTP の方にちょっと聞いたので、その答えなんかいくつかポン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 ってこう出てきたのでお話ししていきます。読みます。でまず宇宙元旦これかわいいでしょまず宇宙元旦っていうのは、毎年3月21日とか春分の日春分の日で合ってるよね。春が経つ日合ってるよね。違う、春に分けるで春分で合ってます。ちょっと私たまにさ日本語間違える時があるのですいません。そうでその宇宙開発を記念する日だったそうです。で宇宙元旦を祝うためのアイデアや特徴取り組みなどなんですけど、ちょっと待ってね。宇宙元旦とは春分の日に相当する3月20日または3月21日ですね。今年は3月21日ですね。でこの日は太陽が赤道を通過し、昼と夜の長さがほぼ等しくなるのが春分の日にあたります。宇宙元旦は自然界における新たな始まりや成長、進化を意味するとされています。また宇宙全体における新たなサイクルの始まりとされ、新たなエネルギーが宇宙に注がれるっていうふうに考えられているそうです。で宇宙元旦は日本においては1975年に宇宙元旦普及協会によって宇宙元旦普及協会によって提供違う、ちょっと待って、これ漢字が分かんない。提唱でした漢字が苦手。提唱されたもので、宇宙の力や宇宙の法則に注目し、人間が本来持っている力をあなたの持っている本来の力を開花させて、より豊かな生活を送るために祝う日とされているということです。またスピリチュアルな分野でも注目をされ、この日には自己啓発や瞑想、スピリチュアルな実践を行う人も多いですというふうな答えが返ってきました。でね、どんどん私質問していったんですよ。で宇宙元旦にする開運アクションは何をしたらいいのとか、スピリチュアルの意味でどういうことみたいな感じで、スピリチュアルの意味ではどういう意味っていうふうに質問したところですね、答えが返ってきました。4つあります。1、宇宙のエネルギーを感じる宇宙元旦には宇宙エネルギーを感じることができます。天体観測をしたり星座を観測したりすると宇宙の大きさや神秘性を感じることができます。また宇宙の中でごめんなさい、自然の中で呼吸をすることで宇宙エネルギーを感じることができます。ほらさっきねリンクしてるんですよ、ここで言われてるので、なんかこうやっぱねこう自然だし、やっぱりお水って宇宙からの源につながってるんですって。なのでこういう風に私もお水よく飲むんですけど、私はね白湯を飲みます。そうで腸をね温めるといいんですよ、体に。そうなのでこういう風にお水を飲んでしっかりこう自分をいたわうっていうこととつながるっていうことが大事っていうふうに言われています。
ちょっと普通に飲んだらちょっと喋りすぎるとあれなんで。で次にこれ大体なんかやった方がいいっていうアクションになります。はい、自己啓発や目標設定をすると目標設定をする宇宙元旦には自己啓発や目標設定すると目標設定をするといいとされています。宇宙は常に進化しているものであり、自己啓発や目標設定も同じように進化していくことが大切です。なのでなんかこう目標とか変わっちゃいけないみたいな感じで思っている人がいたらもう全然いいですよ。なんか昨日とずっと同じじゃなくてもいいっていうことですね。はい、なのでなんかしょっちゅう変わったらちょっと宇宙さんとかも願うのもどうしていいか分かんなくなっちゃうので、ある程度は同じがいいと思うんですけど、なんかずっと何十年も同じ願いじゃなきゃいけないっていうことではないっていうことですね。はい。で宇宙元旦には自分自身を見つめ直し、新しい目標を立てたりとか挑戦を設定するといいよっていうふうに言われています。で次は3、想像力を高めましょうということです。想像力を高めるといいよっていうふうに言われています。で無限の可能性、宇宙は無限の可能性があるもので、私自身たちも実はね無限の力を持ってるんですよ。なのでそれを自覚してくださいっていうふうに言われています。なので宇宙元旦に今日ちょうど一粒万倍日とか後でまたそのお話もするんですけど、やっぱり新しいこととか、新しい分野とかスキルを学んだりとかするといいよっていうふうに言われています。あなた自身が成長することをアクションとして取り入れるといいよっていうふうに言われています。で次はちょっと待って、これはそうでちょっと待ってね、ごめん間違えちゃった。無限の力があって混ざっちゃった。無限の力があって自分自身にも無限の力があるっていう自覚をすること、自分の中にある想像力を発揮する、引き出すことをするといいよって言われています。そこではやっぱり瞑想とかその宇宙とつながるとか瞑想をするとよりつながりやすくなるので、そういうのをしてみるといいよっていうふうに言われています。あとその自分自身が成長し続けることが大事なので、その新しい分野を勉強したりとかスキルを学ぶといいよっていうふうに言われております。やっぱり宇宙元旦に自然と調和したりとか自分自身の内側を見つめ直して向き合うといいよっていうふうに言われています。そうでね、私どんどん聞いたんですよ。でやっぱりどうしたらいいかって言ったら、そのヨガとか瞑想とか、自己啓発セミナーとかに行ったりとか、とにかくその自分自身と向き合って自分がこう新しく成長することがアクションとしていいよっていうふうに言われております。でね、その、新たな始まりとか成長とか、そのスピリチュアルが大好きな人が行うそのもっとどうやったら開花するのかも聞いてみたんですよ。そしたら、サイキック能力が開花するものとして、やっぱりこう目を閉じて深呼吸ですね、瞑想とかをする。とにかくこの吸って吐いてのっていうその深呼吸を繰り返すっていうことと、その内側に意識を向けるとエネルギーを感じやすくなるということですね。そうで、もし瞑想をしたかったら私モルディブの海の動画2時間のを作ったので、もしよかったらそちらを海の自然の音を自然になりますので、自然の音、水だし、そう自然の音を聞きながら瞑想して、ただね、なんか瞑想ってどうやってやればいいのって思うかもしれないんですけど、瞑想はなんか難しい、私も最初できなかったんですけど、最初のうちは慣れるまで別に1分とかでもいいので、とにかく呼吸に集中してみる。そのっていう吐くこの意識に、そこに意識を向ける。
なんか他のことなんかちょっと鳥の声が鳴いたとか例えば考えちゃったとしても、それはそれでいいんですよ。それはそれで受け止めて、またよいしょって戻ってくる、そのまた呼吸に意識を向けることでどんどんつながっていきますということですね。でね、これが宇宙の元旦にするべきアクションです。とにかくこれは本当に自分とつながって自分と向き合うことが大事っていうことですね。あとその新たなチャレンジをしてみること、自分の成長のために何かをするといいよっていうふうに言われています。で、じゃあ、天赦日とか一粒万倍日とか虎の日って何なのっていうこともあると思うので、最後に軽く説明してから終わりたいと思います。はい、まず天赦日はですね、こちらはもう本当に神様が許してくれるっていう日で、年に本当に数回しかないので、この間は1月6日だったかな、私がちょうど YouTube チャンネルを始めた日ですね。私も天赦日の神様の力を借りてスタートしたんですけども、この神様の力を借りてぜひ何か新しいことをスタートすることがいいとされています。なので神様が許してくれる日で、天赦日にスタートしたことは必ず実現するというふうに言われているので、何かを始めるにはすごいとってもいい日になります。で、一粒万倍日なんですけれども、一粒万倍日は一粒のもみが成長して万倍、一十百千万十万に増えて、やがて立派な稲に変わるというのが変わる吉日ということで、1個の種が万倍にもなって帰ってくるよっていうことなので、これも新しいことをスタートするのにとっても最適な日というふうにされています。で、最後虎の日、私これすごい好きなの。これはね、結構金運のアクションになります。で、虎は千里行って千里戻ってくるっていう古くからの由来によって、出たものが帰ってくるとか、旅に出たとしてもいいということで、出発とか旅行の計画を立てたりとかするっていう、無事にね帰ってくるということの意味もあるので、その旅行の計画を立てたりとか旅行に行くのもいいよっていう風にされています。で、この時にやっぱり自分の勉強のための投資にお金を使ったりとか、支払いも返ってくるよっていう風な意味があります。なので今日はですね、本当に自分自身を成長させることに、お金を使ったりとか、アクションも自分のやりたいこととかちょっとでもいいのでアクションしてみるといいよっていう風に言われております。なので、もしこの動画がちょっと長くなっちゃったんですけど、最後まで聞いてくださってありがとうございます。もしこの動画がいいなと思ったら、ぜひ高評価と登録がまだの方はぜひ登録をして応援してくださるととても嬉しいです。こうやって日々進化していきますので、ぜひ応援をよろしくお願いします。では今日も本当に最後までありがとうございます。では皆さんにとってとっても素晴らしい宇宙の元旦になりますように。そしてたくさんの幸せがあなたに訪れますように。では、いってらっしゃい。Have a nice day. Thank you so much for watching. いってらっしゃい。